こんにちは、鈴鹿です。以前コメントで下書き自体書けません、練習しても上達しませんというコメントをいただきました。個人的に絵を練習するという言葉を使うと絵を楽しく描くという僕のチャンネルのコンセプトから外れてしまいそうなのと、僕自身何か練習をして絵が上手くなったという自覚がないので練習方法をお伝えすることはできませんが、絵は基本的に描き続ければ上手くなります。ただ描いても描いてもなかなか上手くならないということも残念ながらあります。しかしそれは練習不足ということではなく、発見と新しい知識が足りていないだけだと思っています。今回の動画ではイラスト初心者がラフをうまく描けない理由ということで、イラスト初心者のラフを調べてみて個人的に感じたあるあるをお話しするとともに改善策についてもお話ししたいと思います。イラスト初心者の方が知らなかったことや発見があるかもしれませんので最後までご覧ください。今回の内容はこちら。1、当たりを描かない、当たりの意味がない。2、丁寧に描きすぎている。3、後からもう一度当たりを描いていない。4、ラフを何度も描かない。5、カラーラフを描いていない。順番にお話ししたいと思います。初心者の方で絵が上手い人がなんか顔に十字の線を描いてから始めているから、なんとなくの気持ちで顔に十字線などを描いている人はいませんか？当たりを描いたその上から目や口などのパーツを描いているけど、当たりの向きと描いた顔の向きが合っていないものをよく見かけます。僕は当たりをラフを描く前のラフのようなものだと思っています。顔の向き、手の位置、足の位置、腰の位置、足、腕の曲がる角度などなどざっくり決めて自分の描きたいイラストを少しずつ整理して具現化していくのに必要になってきます。ただ当たりに惑わされて描きにくいという方は無理に描かなくても大丈夫です。自分の描きたい雰囲気やシルエットを優先して描いていくのがおすすめです。当たりの取り方については千差万別で絵を描く人によって取り方が違います。例えば目の当たりだけでも縦線を上まぶたのラインに合わせる人、目の中心に合わせる人、2本線にして目の高さを合わせる人など様々です。当たりの取り方に正解はないですが、絵柄によって描きやすい当たりはあると思うので、もし当たりの取り方に悩んでいるようなら、好きな絵師や真似したい絵師のイラストの上から当たりだけを描いてみて、引き抜いて真似してみるのもいいかもしれません。清書並みに線の太さは均一に、線の隙間は空けないように、線のはみ出しはしないようにと異様にラフを丁寧に描いているような人もよく見かけます。一見丁寧に描くということはいいことと思うかもしれませんが、これは落とし穴です。最初から丁寧に描いてしまうと、丁寧に描くことに集中するあまり線の隙間やはみ出しがないことでうまく描けていると勘違いしてしまい、パーツのズレやシルエットの悪さに気づきにくいです。ラフはあくまで清書する前の下書きに過ぎないので、最初は絵の雰囲気や自分の思い描いているシルエットを優先して線のはみ出しや隙間などは気にせずに描き始めるのがおすすめです。当たりを描いてざっくり位置決めをしたらラフを描いてこれで OK おしまいとしている人もよく見かけます。もちろん OK なこともあると思いますが、ラフを描いたらもう一度当たりを描いて確認することをお勧めします。最初にも少しお話ししましたが、当たりの意味がなくなっていて最初に描いた当たりを無視して描いている場合があるからです。もちろんラフを描いている段階でより良い形を見つけることはあるので、これが悪いということではないですが、そうなった場合もう一度当たりを取ってみて本当にこの形で不自然じゃないのか確認してみましょう。当たりに惑わされてしまうので最初に当たりを描いていないという人も、ラフが描けたら一度当たりを描いてみるのもおすすめです。先ほどの話と似ていますが、ラフを一度描いていきなり線画に進めている人もよく見かけます。ラフの作業はぼやけて見えているもののピントを少しずつ合わせていく作業に似ています。一度描いただけのピントの合っていないぼやけたラフでは
清書がうまくいかないのは当たり前です。何度も書き直して少しずつ細かい部分を書き込んで清書段階に近い状態まで持っていくのが理想的です。おすすめのやり方としては、ラフを書き直すたびにペンの太さを少しずつ小さくして書いていくやり方です。ラフを最初に書くとき、どうしても線が太くなりがちで、いわゆる迷い線というものができてしまいます。この迷い線をラフを書き直すたびに少しずつ減らしていくために、ペンの太さを小さくしていきます。最終的には線画で書きたいペンの太さまで下げるのが理想です。よし、何度もラフを書き直したし、線画を描き始めようと思った方もいると思いますが、まだ早いです。イラスト初心者の方はカラーラフを描いていない方がかなり多いです。色塗りの話だし、今回のラフをうまく描くこととは関係ないんじゃないのと思っている方もいると思いますが、このカラーラフを描けているかいないかで、意外にもラフがうまく描けているかいないかがよくわかります。今描いているラフは線としてしか見ることができていませんが、色をつけることで面として見ることができ、各パーツごとに細かい位置取りなどがよくわかるようになったと思います。この一度色を塗ってみる作業をすることで見えてくるズレや違和感を残したまま線画を進めてしまうと、仕上げ段階で違和感のあるイラストになってしまいます。個人的には色をきっちりつけておくのがおすすめですが、グレーなどの無彩色で一度塗るだけでも効果はありますので、ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。ラフを描くだけでもかなり意識しないといけないことが多く、大変そうに感じた方も多いと思いますが、逆にラフがきちんと描けていれば、後の清書作業はかなり楽とも言えます。個人的にはラフの作業が一番大変な作業だと思っているので、舐めてかかると本当に痛い目を見ます。少しめんどくさいなと思った人もいるかと思いますが、イラスト初心者の方が新しい発見ができたなら幸いです。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。